こんにちは、盆栽職人南野俊です。今回はですね、3月でやることでもお話ししたんですけども、植え替えを実際にやってみたいと思います。前の動画でもちょっと出てたりはしたんですけども、本格的にやるのは今回初めてなので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。今日外でやるんで、そうなんですね。はい、じゃあ行きますか。園の方で行きましょう。はい、実際に植え替えをやっていきましょう。表面のこの土が結構カチカチなんですよ、水が抜けにくくなってると思うんですよね。なんでそういう場合になると必要かなと思うんですね。大きくしたかったら鉢を大きくしてもいいんですけど、中の土を変えるぐらいで、鉢も同じものにするか、植え替えのタイミングなんで鉢を変えてみて、今までとちょっと雰囲気を変えるとかっていうのもあるんですよ。なので水が入んなくなるとちゃんと中まで水がいかないですよね。そうすると当然木が弱ったりとかいわゆる栄養失調みたいな餓死みたいな、そういうことも起こりうるんですよ。水を通すことによって新鮮な空気が入って、で空気の入れ替えにもなるんですよ、土の中の。だから土の中が健康な状態でいてくれる、鉢の中が健康な状態でいてくれるっていうのがあるんで、植え替えもパンパン根が詰まったやつはもう植え替えした方がいいですね。植え替えに必要な道具なんですけど、ハサミはもう基本的に必要ですし、針金切りも必要です。あとはやっとこも必要ですね。木を固定しなくちゃいけないので針金も必要です。これはサイズが、針金の種類たくさんあるので、木に合ったサイズを選んでいただくっていう必要なんですけど、それはやりながらちょっと説明できたらなとは思います。鎌とかも使ったりするんですよ。鎌これもカッチカチで、もうどうしようもないっていう時に外側を削って抜きやすくするので鎌を使ったりもしますね。あとは竹箸とか割り箸とかそういったものも使います。網もですね。網もこれは鉢の底の部分に敷く網になるので、こういう網ホームセンターでも売ってると思うんですけど、この網も必要ですし、土を入れる時にこれスコップもあります。こういうのないっていう人はペットボトルを斜めに切って使うっていう人もいるんで、そういうので代用していただいても大丈夫です。で実際植え替えやっていくんですけども、土がこのすっぽり空いてると土が抜けてっちゃうじゃないですか、水やったりすると。これ網が本当張ってるんですけど、うっすらね見えてるんで、多分入ってるんですけどずれてるみたいな。ずれたりする。だってそうずれないですけどね。網を止めるための針金も入ってないよね。そうですね。それも入ってないし、根っこを止めるための針金もないんでちょっと珍しい。この場合はもう周りちょっと削って抜きやすくするっていう風にしようかなと思います。外側ですね、木を抜かないことにはどうにもならないんで、外側を土を取ってあげて、でこの時にもっと鎌とか使う人は鉢ギッてやっちゃったりすることもあると思うんで気をつけてください。この中だったら傷がいってもね、どっちにしろ見えないんで全然大丈夫なんですけど、外側ギッてやっちゃうと傷が残っちゃうんで注意してやっていただければなと思います。松類植え替えする時、この皮を落としたくないんですよ。これ初心者の方でたまにやる人いるんですけど、鉢から木を抜く時ね、ここ持ってふって抜く人もいるんですよ。そうすると根っこが皮が落ちちゃうんで、陣があれば陣のところをクッて持ち上げたりすればいいんですけど、なるべく触らないように、こういうふうに持ち上げれば出てくるので、こんな感じですね。入ってますね、中に。根っこの菌って正式名称何でしたっけ？菌に根っこにまた菌だったかな。こういうふうにマイクロハイゼって言うんです。英語だとマイクロハイゼって言います。カナダから今来てくださってる川本さんです。菌があるって健康な状態なんですよ。そうです。この白いのそうですか。はい、白いやつ菌なんですけど、どっちにしろここほぐすんで落ちちゃうんですけど、でも健康な状態であることは間違いないです。ないと不健康っていうこともないんですけど、共生菌。共生菌。共生ったら共同の共で生きると思い出しました。はい、共生菌。共生菌。それカットしてくださいね。はい。毒味ですし。
で、土を落としていくんですけど、ここ硬かったんですよね。だからここが硬いともう水が入んないんですよ。ここからもう水弾いちゃうみたいな感じになっちゃうんで、硬い部分をしっかり落としてあげて、あとは根っこ、いい根っこがあったらそれやっぱ見せたいじゃないですか、粘りの部分で。だからこういうふうに土を落として、でこの方向ですね、根っこがこういう生えてる方向でこれをこっちにほじくり回すと根っこが途中でプツって切れちゃうんで、この方向で土を取ってあげる。苔を落としたくないなって思う人もいるかもしれないんですけど、苔はまた生えるか置くかであるかで、もうそれよりもやっぱ木の健康の方が大事なんで。であとね、これ植え替えする前に水をたっぷり入ってると結構やりにくいんですよ。あ、そうなんや。はい、乾いてる方がやっぱ土も落としやすいし、あまりにもこう植え替えが初めてでやり方も例えばこの動画見ながらやるとかっていう人時間かかっちゃう場合は、ちょっと濡れ雑巾とか用意して一回根をほぐした後に鉢の準備とかしてる間にこう濡れ雑巾でこの部分を包んであげるっていう風にしてあげれば木も傷まないしいいかなと思いますね。違う鉢に入れ替える場合は先にもう網をセットして根っこを止めるための針金もセットした状態で元の鉢から抜いてこの作業をした方が段取り的にはいいので、そういう風にしていただければ。今回は同じ鉢使うのでこういう手順ですけども、結構ガンガンいってもいいんですか？そうですね、植え替えの時期じゃない夏場とかそういう時は僕らもここまでは根っこを落とさないです。ちょっと落とすか鉢を変えるためにもうスポッて出してそのまま入れるかとか、それぐらい。この時期だったら結構根っこを落としちゃっても大丈夫ですね。そこの方もしっかりもう硬くなってるんでついてももうほぐれない。根っこの流れもちょっとこう見ながら、下もだいぶほぐれたかなと思ったら横、これはあんまり横がビーってなってないですけど、横の方もしっかり固まってる部分をほぐしてあげて、根っこがぐるーって巻いてることもあるんですよ。それはちゃんと根っこに沿ってこう土を落としてあげる、ほぐしてあげるっていう。これもちょっとこうぐるって巻いてましたね。やっぱこれぐらいですかね。もうほとんど土取ってもう根っこだけぐらいなのにね。中の芯の部分にはまだ土もちゃんと入ってるんですけど、周りはマジ根っこだけ。はい、これ根洗いって言っても全部土を落とすっていう方法もあるぐらいなんですけど、それぐらい落として植え替えする人もいるんで、こういう隙間根っこ出したい。ちゃんとこの芯にちゃんと水が入るようにしたいんで、周りのこうボサボサってなってる根っこは切っちゃうんで、ここでハサミ登場ですね。で上でちょろちょろって出てる根っこもこれ切っちゃっていいので、細かい根っこ見えるからこういうやつ、こういうやつも切ってしまって大丈夫なので。太い細いはあんまり関係なく全部ズバズバ切っちゃって構わない。生命線になってるのもたまにあるんですよ、太い根っこが。僕らがもういいだろうって言って切ったりするんですけど、判断がつきにくい人は植え替えにするのに邪魔にならなければその根っこが、もうそのまま残しておいてもいいかなと思います。はい、大体もう根っこほぐして切り終わったので、これから鉢のセットをするんですけど、さっき話した濡れ雑巾、濡れタオルなんですけど、鉢セットしてる間もう乾くんでこういう風に包んであげて、乾かないようにこう置いといていただければ。じゃあ鉢をセットしていきましょうか。できればきれいにした方がいいです。水で洗ったり、せっかく植え替えしますからね、やっぱきれいな鉢の方がやっぱ気持ちいいですからね。なんでこれもちょっと洗いますね。なかなか落ちないところもあるんですけどね。じゃあまず網をセットします。この網って表裏があるんですよ。こっちの方がちょっとボコボコしてる面で、こっちがフラットなんですよ。ボコボコを下にしちゃうとその隙間ができちゃうっていう風に思っちゃうんで、フラットな面を下にしてます。ネットを止めたいんですけど、これはいつもやってる方法ですね。これいつもやってる方法です。この字型に切って、はい、でこの鉢の穴のサイズに
合わせる。ここしっかり合わないとこのネットがグラグラになってしまうので、穴のサイズにしっかり合わせて入るようにしてください。でフラットな面を下にしてここで留めてあげる。針金とこの穴の角、こうぴったりくっつけないと、それもネットがグラグラってなってしまう原因になってしまうので、ここはしっかりとくっつけて、これ今僕こっちに力入れながらかつ下に力入れます。でこれもですね、こっちに力入れながら下にも力入れて、でいらない部分はもうカットします。こんな感じ。そうするともう網がもうほぼ動かない。でここに3つまた穴があるんで、これは根っこを止める用の穴として使います。これが2つとかってもあるんですけど、ここだけしか穴がないっていうのもあるんですよ。2つあればそれ分かると思うんですけど、3つの場合は全部に入れていくんですけど、1つの場合はもうここしか穴がないんで、ここから出して、で鉢の内側沿わせてっていう感じですね。そうですね。ごめんなさい、ちょっと前後しちゃうんですけど、洗うのにもまた理由があって、綺麗にしたいっていうのもあるし、後で木を植える時に鉢の正面を決めるんですよ。でその時に傷がないかとか、ちょっとひびが入ってるんですよね。こういうのを正面にしたくないんですよ。こういう裏にしたいんで、そういうのが分かりやすくなるんです。洗うと傷ついてないかなとか、こう見やすくなるんで、洗った方がいいかなと、そういうの分かりやすくなります。今から根っこを固定するための針。はい、これみんな同じ長さなんで、もう先に切っちゃいます。穴が3つあったら3本です。2本だったら2本。基本的に最低2本。針金はもう仮植えみたいな感じの場合は1本でもいいんですけど、どうしてもやっぱ固定はしっかりしておきたいんで、穴が2個だった場合1つサイズ大きい針金使います。3本使えるので、今回は1本細い針金を使って 1.5 かな。 1.5 個、はい。太い方は、2.0。2.0。これもしっかりこの鉢のサイズに合わせる。で片方が長い、片方が短いですね。これを同じものを3本準備します。だいたい同じぐらいに。ここもしっかり直角の方がやっぱ効きはいいですね。今回説明なんで結構丁寧にやってますけど、パッパッとやったりはするんですけど、今回は参考にしていただいて、慣れてきたらスピードアップしてもいいかなと思います。でこれね、通ると思うんですけど、裏から通してあげる。でこれ今こっち長い、こっち短いなんで、ここから短いのが出るように今度して、こっちから長いのが出るようにする。なんで穴が2つの場合も同じところに2つ通して、長いと短いが交互になるように。そうですね。こんな感じでそこから入れてあげます。でこう長い短い長い短い長い短いとペアになるように。これで、鉢のセットは完了ですね。いよいよこの鉢の中にセットしていくんですけど、これをいきなりは入れないで、まずそこに少し大きめ。その土はどんな土ですか？砂と赤玉桐生炭が入ったのを半分半分に入れて合わせた土です。炭はですね、酸化を防ぐ、土の中をきれいにするっていうのもあります。心拍で杉っ葉って出ることがあるんですよ。本来の葉っぱとは違くて、ちょっと杉の葉っぱみたいなのがバーって出てきちゃうのがあるんですよ。そういう時に炭入れて、そういう場合って土の中が酸性なのかな、それをアルカリ性に変える。土の健康状態を維持するっていう。基本的には小白は炭を入れるということ。でも入れなくてもいいんですよ。
入れなくてもいい。入れなくてもいいです。臓器とかは？臓器はですね、もううち入れてないですね、はい、この丸鉢で割とこうまっすぐした木なので、鉢のどっちかに寄せるってあんまないんですよね、極端に。なので、まあ、真ん中に植えるとしたらもう先やこの木を置くところにを山盛りにしてほしいんですよ、土がないところって当然ですけど根っこって生えてこないですよね。隙間を埋めたいんですよ、全部この鉢の中は土で。でもこの真下はどうしてもこう土を入れていくのが大変なので、自分が木を置く位置を少しだけ山盛りにしてあげる。でその後グリグリグリとやっていただく。すいません、これ鉢の正面決めてなかったです。すっごいこだわる人は鉢の流れも気にするんですよ。鉢もちょっと歪みがあるんですよ。右流れの木だけど鉢のこの面の部分が左流れになってる。ぶっちゃけ気づかないんですけど、それも気持ち悪いって思う人もいるぐらいなんです。それぐらいのことなんですけど、鉢の流れもちょっと合わせたりで、木の流れに合わせる、左流れだったら鉢もちょっと面が傾いてる左流れにするっていうような感じ。これは割と文人のまっすぐした木なんで、まあ、ここ正面にしましょうか。で木の正面も松、ここぐらい？幹の動きとかがよく見える位置かな。どう？まあまあいいと思いますよ。しっかりこの根っこも見えるし、これを真逆にしちゃうと根っこはね、幹の動きとかはそんな変わんないけど、根っこはまあちゃんと見えていいですよね。じゃあこっちを正面にしましょうか。で鉢もここぐらいかな、でグリグリグリっと。でこれ文人帳なんでちょっと高植土多めに入れるってことですか？そうですね。そんなに深く入れないって。これも他のやつやらないとね、高植えなのか低いのかちょっと分かんないですけど、まあ文人は結構高植えにしたりしますね。今正面とりあえずこっちでやったんですけど、これ植える時に台とかもちゃんとレベルが取れてる方がいいんですよ、平らな方。鉢も結局こうなっちゃうじゃないですか。だから植え付け角度がまた変わってきちゃうので、本当は平らな場所でやって正面から見て、もうここだって決めたらそこに植えられるようにしてほしいんです。でまあ位置が決まったら、まあ、グリグリもやったんで土を、まあ、これももう今位置決めたんでずらさないようにで、しっかりこの土が隙間なく入るようにこうつついてあげる。でこれ注意点なんですけど、一方から思いっきりグイ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 やったらこの木が徐々にこうずれていっちゃうんですよね。例えばこっちからやったらこっちにずれていっちゃうし、ちゃんと入るようにするんですけど、力加減もちょっと考えながら。昔の人はね、これやるときにこの先に目をつけろって言われてたらしいです。でこう刺したときに違いますよ、つけってことじゃないですか隙間がないかちゃんと分かるように。例えですよ。分かってます。分かってます。やっぱり根っこはねちゃんと生えてほしいですね。隙間なく詰めてほしい。はい、隙間なく詰めてほしい。思いっきり流れがこうあるような木だったら、こういう流れだったら木をちょっとずらし、こっちにずらしてあげる。ここに間を作ってあげる。鉢の今まあこれは割とまっすぐなんで中心に置いてますけど、こういう流れだったら木をちょっとこっちにずらして入れてあげるっていうのがまあ一応基本。ど真ん中に据えるんじゃなくて、流れが強かったらずらしてあげるっていう、そっちの方が綺麗に見える。である程度もう土入りましたってなったらもう止めちゃいましょうということで、この子たちの出番になります。これを結ぶ時に中心では結んでほしくないんですよ。今根っこの塊があったじゃないですか。その周りを根っこを落として、でこの角で結んでほしいんですよね。そっちの方が強くしっかり固定されるので、これを根っこのこういう塊の真ん中でやっちゃうとどうしてもグラグラってなっちゃったりするんで、この根っこの塊の角で結んであげる。新聞紙捨てると一緒ですね。そうです。角で結んでください。なので片方長い片方短い、長い方を短い方に持ってきて角で結んであげるっていうのを、そのために長い短いを作ってます。根っこ見せたいんで、根っこもう下と通します。この上を通っちゃうと結局ここ見える位置なんですよ。なんで
針金をなるべく、もし通せるんだったらですよ、通せるんだったらこう根っこの下を通してあげて、こう通してあげる。ちょっと長すぎたね。今端、ここ端なんでこれちょっと短くしますね。引っ張りながら回してあげる。引っ張りながら回してあげる。をしっかり根を止める。結ぶ時ここはまあ90度で交差するようにして、その間をやっとこで引っ張りながら回す。もうやりすぎると切れるんですよ、アルミ線が、はい、だから、まあ、引っ張りながら回すはあるんですけど、これちゃんと止まってんのかな、心配だなと思ってやりすぎないようにしてください。万が一切れたとしても、切れたとこから新しい針金をつないで、それも90度にしてまた長くすることができるんで、針金の留め方なんですけど、この鉢の場合穴が3つあったんですよ、なんでこう留めてったんですよ今、はい、こういう風に留めてってます、はい、まあ裏から見てさっきの刺した通りですね。ちょっとあんまり傾けられないけど、こういう風に留めてます。2本だったらまあ両方こう刺して、この根鉢のこっち側で留めて、あとこっち側で留めるっていう感じ。で針金2本使って、針金2本使って、はい、極力根っこの中通して、はい、根っこの中通します。これ根っこ切れないように注意してください。こう止めて、こう止めて、こう止めてます。なので3点、まあこうなっちゃったらもう勝ちです。あと土入れて、もしこの段階で止めたけどなんかちょっと傾き具合がやっぱ違うなとかになったら、皮を落とさないように、まあ、ちょっと工夫していただいて、ちょっとこう動かしながら、その下に、こっちに傾けたかったらこうして下に土を入れてあげる。でもう一回こうちょっときつくしてあげるっていう風にしてあげれば、しっかりと固定されると、思います。追加で土入れて、で鉢の縁のちょっと下までですね、土を入れるのは。そうなんですね。そうなんです。なみなみにっていうよりかちょっと下、ワンサイズ、一番最後の1層はワンサイズ小さいので、下には大きめの砂を入れて、はい、上にはちょっとちっちゃいのを入れる。はい、水はけですね。こんな感じで。すっきりしたですね。はい。最後仕上げですね。僕上で結構きつく縛ったんですけど、どっかでたるみができちゃってる可能性はあるんですよ。なんでこれ裏ちょっとこれ引っ張ってあげて、ここをちょっとクッて曲げる。ここも軽く引っ張ってあげて、クッて曲げる。より固定されるんで、これをこう引っ張ってでここをクッて回してあげる。そうするとよりしっかりと止まってくれるんで、このたるみをなくしてくれる。であとは水をかけておしまいになります。はい、水あげるんですけど、これあんまり近すぎると、新しい土じゃないですか、バンバン土飛んでくるんですよ。でしっかりちょっとこう距離を離して、上からちゃんと全部の角度からいきますよ。スーって抜けますからね。はい。虹が綺麗。スーってほら。確かに。はいはい。おお、気持ちいいですね。良かったですね、この調子。はい、これで完成です。はい、完成しました。まあ、植え替えした後って水の抜けも早くなるんです。当然今までと水の乾き具合が変わってくるんで、根っこが少なくなった分水の吸い上げが弱まって乾きにくいか、土が新しくなって水抜けが早くなったんですぐに乾くかとかっていうのもしっかり観察をしてほしいんです。で特に今3月ですけど、4月になったら今もそうですけど乾燥もあるし、空気が乾燥しているのにさらに風が吹くですごく水をやるのに難しい時期でもあるので、ちゃんと観察をしてあげてください。特に植え替えたばっかの木は。肥料は当然まだあげてほしくないですし、
未だに朝霜が降りるっていう地域も当然あると思うので、できれば軒下に置いといていただければ痛みもないと思いますし、元気に、春を迎えてくれるかなと思うので、そんなところかな。とにかく植え替え後は水がちょっと難しくなるので、注意していただければなと思います。はい、こんなところで何かご質問等ございましたらコメント欄の方にいただければなと思います。じゃあ植え替えは以上になります。ありがとうございました。バイバイ。